東京都児童相談センターの野口と申します。東京都の養育家庭についてご説明させていただきます。こうやってさせていただきます。お手元にありますこちらの東京都の里親制度についてのページをご覧ください。親の離婚、疾病、虐待などさまざまな事情により家庭で生活することができない子どもたちが東京都には約4000人います。こうした子どもを公的に養育する仕組みを社会的養護と言います。社会的養護のうち養子縁組を目的とせず一定の期間家庭と同じ環境で養育していただく制度が養育家庭になります。実際の申請から登録までの手続きについてご説明させていただきます。4ページをご覧ください。申請していただくためには、まずお住まいの地域を担当する児童相談所にお電話にてお問い合わせください。児童相談所へご来所いただき、基本的要件の確認とともに制度の詳しいご説明をさせていただきます。基本的要件については3ページをご覧ください。その後、認定前研修を受講いただきます。座学の研修が2日間、施設実習の研修が2日間あります。その後、申請書の提出をしていただき、児童相談所の職員がご家庭に伺い、調査をさせていただきます。児童福祉審議会里親認定部会での審議を経て、東京都知事により認定登録をいたします。里親認定には、登録後2年ごとに登録更新の手続きが必要となり、その都度更新研修の受講や手続きをしていただくことになります。里親登録後、実際に子どもを委託するまでの流れをご説明いたします。5ページをご覧ください。まず、児童相談所よりお電話にて対象児童を紹介させていただきます。候補家庭として選定されますと、交流を開始します。交流の期間は子どもの発達や特徴に合わせて徐々に長くし、数ヶ月かけて児童との関係を築いていただきます。長期外泊を経て児童の状況を総合的に判断し、委託が決定されます。次に、子どもが委託されている間の手続きについてご説明いたします。7ページをご覧ください。まず、里親宅への転入手続きですが、住民票の属柄は縁故者になります。里親の健康保険には加入せず、東京都が受診券を発行し、健康保険範囲において医療費はかかりません。また、委託期間中の児童の養育費などは、東京都より支弁されます。委託された児童の養育について8ページをご覧ください。子どもは交流期間中や委託当初は良い子でいようとしますが、その後、里親との関係形成の過程で、体調不良や赤ちゃん帰り、試し行動が多々見られます。ただ、信頼関係が形成されるにつれ、児童の行動も安定していきます。さらに、子どもには年齢や成長に応じ、実親の状況などを伝える必要もあり、里親子の関係であることを伝える真実告知をしていただいております。養育家庭で生活しながらも実親族との交流を行う子どももいるため、交流による子どもの心の揺れに寄り添い対応いただくことになります。東京都では養育家庭が地域で児童を養育していくためには、養育家庭も一支援者としてさまざまな関係機関と連携して委託児童を育てていくことが重要だと考えております。これを図に示したのが9ページにありますチーム養育体制です。児童の福祉のために皆様のご協力をお願いいたします。このような体験発表会をきっかけに多くの方に里親制度について知っていただき、また地域全体、社会全体が養育家庭を理解し、子育てをサポートしていただけることを願っております。
ご質問やご相談などありましたら、体験発表終了後、相談コーナーを設けておりますので、お気軽にお声かけください。ご清聴ありがとうございました。本日お越しいただきました伊藤様です。平成28年度に里親認定登録の方をされております。現在、年長さんのですね、女の子のお子さんをよくされているということです。先ほどちょっと話にも出ましたが、令和3年度にですね、体験発表の方、千代田区の方に参加をいただきました。本日はですね、前回の発表から2年経過して、お子さんの成長や気持ちの変化なども含めてお話をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すみません、ちょっと座らせていただきます。すみません。本日は、千代田区、養育家庭体験発表会に足を運んでいただきありがとうございます。私は、練馬区で、里親をしております伊藤と申します。よろしくお願いします。先ほどもご紹介いただきましたが、私は2年前、こちらの千代田区さんで体験発表会をさせていただきました。現在、6歳の女の子を帰宅しております。その里子ちゃんとは生後6ヶ月から、交流をあり、生後9ヶ月で自宅に帰宅することになりました。早いもので、もう開始から5年経ちます。私には実子がおりまして、25歳と21歳の娘がおります。その娘が小さかった時のことを思い出しながら、2度目の子育てを楽しんでいるということで、前回2年前は子育てを楽しんでいるという内容でお話しさせていただきました。はじめにその2年前をちょっと、おさらいするっていうかお話を聞いていただいた後にその続きとして、お話しさせていただきたいと思います。2年前、私が発表したのは、当時4歳の里子ちゃん女の子ですね、子育てを楽しんでいるという内容で、ベスト3ということを発表いたしました。第3位は髪の毛を結ってあげるということで、親に可愛がってもらっているという私の勝手な意識がありまして、髪を結ってあげることを子どもと一緒に楽しんでおりました。第2位は保育園で使うシーツカバーや巾着を私が縫ったことです。私はどちらかというと器用な子なので、何でも作ってみてダメだったら諦めるという人間であります。当時の保育園の縫い物は全て私が作ったものです。そして第1位は私が作ったご飯を里子ちゃんが美味しいと言って食べてくれることです。メニューとしては親子丼だったりカレーだったりスパゲティ焼きそば、簡単なものですが、美味しい、また作ってって言われると美味しく美味しくて、嬉しくなってしまって、また作ってあげたいなっていう気持ちに、させられるのがすごく、子育て楽しいなと思ったことでした。今回はその後、2年経ちましたが、はい、その里子ちゃんは、今年の9月で9歳になり、18インチの自転車を補助輪なしでスイスイ乗っていたり、鉄棒も逆上がり、
軽々できるようになりました。うちの玄関前には公園に行くと必ず拾ってくるどんぐりとセミの抜け殻がいっぱい入った子供用のバケツが置いてあります。とにかく活発で運動神経抜群の天真爛漫な女の子に育っております。しかし、今年に入って少し変わった様子を見せるようになりました。頻繁に咳払いをするようになりました。それはチックの症状ではないかと思ったので、児童相談センターに相談することにしました。その後、児童相談センターで心理師さんを含めて面談をしました。結果、原因は小学校に向けての勉強への不安と自分の生い立ちに対しての不安であろうと言われました。小学校に向けて勉強への不安は心当たりがあり、現在通園している保育園から小学校入学に向けて準備してほしいということを小学校から、言われてきたそうです。その内容としては、ひらがなの読み書きを最低できるようにしといてほしいということでした。これは保護者として里親としてその当時ひらがな全然読み書きできなかったんで、少しはさしとかないとまずいなと思って勉強させたんですが、最初は楽しく勉強していたことがだんだん里子ちゃんにとってそれが負担になり、小学校への負担とつながったのではないかと思いました。原因が分かってからは勉強のことは言わないようにし、その原因を保育園の園長先生にもお話しし、今後を見守ることにしました。その頃ちょうど小学校の運動会時期でもあり、小学校の運動会に連れて行き、鉄棒や運転で遊ばせたり、小学校は勉強ばかりじゃなく友達と楽しく遊ぶところでもあるんだよと身をもって教えてあげたりもしました。その後チックは少しずつ落ち着いていき、小学校へ対しての意識も少しずつ良い方向に変わってきたように思います。そしてもう一つの原因であった自分の生い立ちに対して不安は、今年に入って少しずつ真実告知を始めた結果だと思います。真実告知は早ければ早いほど本人の心の負担が少なくて済むと聞いております。うちにいる里子ちゃんは9ヶ月でうちの家族になっているので、疑いなく現在でも私たちのことをパパ、ママ、そして実子のお姉ちゃん、本当のお姉ちゃんだと思っています。真実告知は簡単に言うと、私たちはあなたの本当の親ではないんだよ。本当のお父さんお母さんは他にいて、ママから生まれてきたんじゃないんだよと告知するようなことです。もちろんこんなストレートにはっきりは言いません。時間をかけてゆっくり話しますが、それを聞いた子供も不安にならないわけはありません。そんな人生を左右する出来事を6歳の女の子、小さな頭で理解することなんで到底無理だと思います。ですので、この、2つ目の真実告知に対しての生い立ちの不安は、これからゆっくり、関係ある機関の皆さんと取り組んでいきたいと考えております。今、真実告知を書いている微妙な時期に最近起こった体験談を一つお話しします。先日018サポートからの封筒が来ました。宛名にはひらがなで里子ちゃんのフルネームが書かれていました。私はそれを見てドキッとしました。私たちは里子ちゃんに本名ではなく通称名、
すなわち私たちの名字を使用しています。うちのさとこちゃんはもうひらがなも読めるようになりましたし、まだ真実告知もちゃんと済んでいない状況です。そんなさとこちゃんがこの宛名を読んでしまったらと想像したら、心臓がバクバクしてしまいました。本名と通称名を使い分けている里親さんは少なくないので、この通称名と本名の問題は学校へ行っても関わってくる問題だと思います。卒業証書の名前はどっちにするのとか、通称名を使用していると、通称名を使用していることは聞かれた行政機関にはお話ししますが、こうした突然来る行政機関からの書類には本名の名前で届く場合も多々あります。つい先日も、来年小学校へ入学する子どもに対して行う就学時検診がありました。こうした大勢の中で里子ちゃんの名前を呼ばれるであろう場所で細心の注意を払い、健康診断が行われる小学校へ直接電話をし、事情を説明しました。結果、名前を呼ばれることはありませんでしたが、こうした日常生活の中で忘れがちなことも先読みし、しっかり見極めていくことが大事だと感じさせられた出来事でした。最近、里子ちゃんと二人きりになると、里子ちゃんの笑顔を見ながら、里子ちゃんの生い立ちを考えてしまい、胸が熱くなり、涙が溢れそうになる時があります。そんな胸が締め付けられるような里子ちゃんからの言葉を少し紹介します。先日、スーパーで知り合いと話しているのを見て、後で里子ちゃんは、さっきの人私のお母さんと言われた時には胸が締め付けられる思いでした。そして最近、時折こんなことも言います。私は違うところで生まれたんだよね。私の名前は誰がつけてくれたの？ママに名前をつけてもらいたかった。赤ちゃんだった私に来てもらいたかったなどです。こうした胸が締め付けられるような言葉を言われたとき、私たちには魔法の言葉があります。その魔法の言葉とは、でも今家族でよかったねという言葉です。里子ちゃんからいろんな疑問や胸が締め付けられるような言葉を言われても、この魔法の言葉、でも今家族でよかったねで締めくくると、必ず里子ちゃんは微笑んでうなずいてくれます。その笑顔が私たちの心の支えであり、この笑顔を守っていかなければならないと強く思います。血のつながりがなくても、私たちは家族という絆でつながっているのです。そして私たち家族には、里子ちゃんが来てから記念日が2つ増えました。1つは里子ちゃんの誕生日です。もう1つは里子ちゃんと初めて会った家族の日です。初めて会った日を家族の日として記念日で作りました。最近、里子ちゃんと家族になって私が特に思うことは、里子ちゃんを産んでくれた血のつながったお母さんのことです。昨今でも児童虐待や育児拒否、また産んですぐ乳児を置き去りにする事件などをよく耳にします。そんな事件を聞くたびに、産んでくれたお母さんに感謝しかありません。里子ちゃんを産んでくれてありがとう。命をつなげてくれてありがとう。今ここに里子ちゃんがいることにありがとうです。里子ちゃんは私たちが大事に育てますので安心してくださいと言いたいです。
そして先ほど本当のお母さん、本当のお父さんという言葉をお話ししましたが、本当という言葉は一体何なのか。私たち里親は本当ではないのか、嘘のお母さん、お父さんなのか。生みの親より育ての親という言葉もあり、私たち里親も本当の親だと思っています。うちの里子ちゃんにはお母さんが3人います。1人目は産んでくれたお母さん、2人目は9ヶ月まで乳児院で担当して育ててくれたお母さん、そして3人目は私たち今里子ちゃんを育てているお母さんです。今後里子ちゃんには3人のお母さんがいることを伝えていくつもりです。最後に子供2年前にお話ししたんですが、私が里親として大事に思っている漢字を最後に紹介させていただきたいと思います。下手くそなんですけど、私が書かせていただいて、人という字なんですが、よく見ると右側の方が負担が大きいかなって思います。人と人は、支え合って生きているということではなく、右側の人が頑張って左側の方の人を支えている、これを、里親、里子と、置き換えると、右側の人が上に向かって左にまっすぐ伸びている里子を支えているんだなということをいつもこの人という字を見ると、思っています。ぜひ皆さんも、縁の下の力持ちとなって里子ちゃんを支えてあげていただきたいと思います。ぜひ、養育家庭里親に登録をよろしくお願いいたします。本日は、ありがとうございました。伊藤様ありがとうございます。